したらいいですかみたいなのって割と、よく話になるんですけど、少子化対策したらっていうのって割と答え決まってるんですよね。良かれと思って間違ったことをやり続けるというのが最近の自民党がやってることですね。自民党のキックバック問題について、本来政治献金の問題であらすのものを派閥の問題に置き換えたり、特権の尻尾切りをして、岸田首相は議員の首部長を維持しようと精一杯努力しております。これに不満を言っている自民党議員って頭悪くないですか？でもやっちゃいけない、結局その裏金というか、企業の献金を個人の懐に入れるっていう、ある種その個人献金禁止というところのルールを破ったということなのでそれはやっちゃいけないよねっていうので、なんだかんだ言ってやっぱり自民党の議員、自民党の人たちも、清廉潔白でやれるんならやりたいよねと思っているけども、そうじゃないよねっていうところで、でも俺はちゃんとやってるのにこいつらひでえよっていうところもあるんじゃないかなと思いますけども。不景気なのに増税やクーポンや在日外知に媚びを売ったばかりで岸田政権支持率がいつも低下してますが、もし目的が日本人を苦しめるなら、なぜに国民の財産を没収したり明確にしないんでしょうか。国民を耐久負荷実験しているのではないかと思ってしまいます。民をじわじわ苦しめるなら検討を加速したりせず、もっとうまい方法があると思うんですが、またひろゆきさんが谷も苦しめるとしたら何をしますか。岸田首相は良かれと思ってやってるんだと思います。良かれと思って間違ったことをやり続けるというのが最近の自民党がやってることなんですよね。昭和の時代に自民党がやってたことは正しかったと思うんですよ。でもそれは昭和の時代に正しかったことで、もう時代が変わりましたっていう状況でもありながら、昭和のやり方をしてるんですよね。昭和のやり方ってどういうものかっていうのでいくと、和をもって尊しとすっていう考え方だと思うんですけど、自民党の人たちって基本的には会議でみんなが賛成するためずっと会議をするっていうのが割と自民党の方針の一つだったりするんですよね。なのでいろんな委員会とかで全員が賛成するまではもうどんどんずっと議論し続けるっていうのをやるんですけど、でそれやるときって、要はみんなが納得できる状況って、全ての人が同じ情報を手に入れてるっていう状況なので、大体何かをやろうとするときって、もう遅いときなんですよ。例えばじゃあ仮想通貨ってもう今買っても遅いじゃないですか。でも仮想通貨で儲かった人たちって世間の人が仮想通貨って何って思ってる頃にワンチャン儲かるんじゃねってノリで参加した人だと思うんですよ。で、ノリで参加した人がなんか1000円で買ったのが10万円になっちゃったすげえみたいな。どうせ10万円別に伏線だからそのまま入れとけっていうのがなんか10万円が1000万円になっちゃったすげえみたいなので、なんか知んないけど送り人と言われる億儲けましたみたいな人が出てきたっていう状況で、それを見て1000万円突っ込んで2000万円になりましたぐらいな人はいるんですけど、でもそれでもまだ仮想通貨ってあの時代まだそこまでイメージなかったと思うんですよ。で、仮想通貨って儲かるらしいよってなる頃にはもうみんな知ってて仮想通貨儲かるよねって手出した人は大体損してるんですよね。っていうのがあるので、情報がずっと変わって状況がずっと変わってる状況っていうのは先が見れたり、ある程度情報感度のいい人がこうだよねっていうのに乗らないと最高発を一番後ろを取り続けることになるんですよ。なのでじゃあ電気自動車っていうのが業界として伸びるよねっていう時に、電気自動車っていうのに日本は割と乗り遅れたんですよね。少なくとも電気自動車ブームっていうのは乗り遅れましたと。ドローンっていうのが売れてますよねっていうので世界中でドローンって売れてるんですけど、でもドローンも日本は規制をして乗り遅れたんですよね。っていう感じで割と日本ずっと乗り遅れてるんですけど、で Airbnb みたいなのも日本って法律上あれ完全にアウトだったんですけど、 Airbnb っていうアメリカの会社がグレーゾーンでやってそれなりに便利だよねっていうことで世界中で伸びていますと。タクシーの代わりのウーバーは日本ではまだ違法なんですけど、他の国でも揉めつつもウーバーが普及してってウーバー便利だよねっていう形になったりとか、なのでそういうゴテゴテな状況がずっと続くよねというのが自民党のやり方なんですよね。で、岸田首相が聞く力っていう表現をしてたんですけど、本当に多分ちゃんと聞いてるんだと思うんですよ。いろんな人の話を。タクシー業界の人の話を聞いたらウーバーなんか入れるべきじゃないよねってなっちゃうんですよ。で、二種免許っていう仕組みがあるじゃないですか。日本の場合って人を運んでお金をもらう場合に二種免許が必要であるという法律があるんですけど、で、じゃあ他の国って二種免許みたいなのない国のがいいんですよね。だって別に運転するときって友達乗せたりとか家族乗せたりしてますけど、それ特別危険ですか？家族が乗ってる時とか友達が乗ってる時と一人で運転してる時で運転変わりますかっていうと別に一緒じゃないですか。なので人乗せても別に安全に運転できる人は
っていうか、ほとんどの人は人乗せても安全に運転できるんですよ。なんか、人を乗せた途端に安全に運転できなくなったわみたいな人ってあんまりいないと思うんですよね。二種免許という仕組み自体が、あれ意味わからないよねって僕は思うんですけど、でも、未だにあれを変えようという話にならないじゃないですか。なので、あれもタクシー業界がタクシー運転手という仕組みを独占したいから、こんなのいらねえよっていうのを言わないっていうんだったり、人を乗せてお金を取るっていうのをみんながやりだしたら、俺たちの業界干上がっちゃうから、やらせないみたいなのがあったりするんですよね。フランスとかもそれで大揉めしたりとか、イギリスとかも大揉めしたりするんですけど、っていうのがあったりするので、なので、早く動くっていう時代には、どんどん自民党のやり方だと乗り遅れちゃうよねと。ただ、いろんな人の話を聞いて、みんなが納得するんで、みんなが納得しないんだったら、私は動きません。なのでみんなが納得するまで待ちますっていうのを岸田さんがやってるってことなので、みんなが納得できないような事柄についてはどんどん遅れ続けるということなんじゃないかなと思いますけど、で、日本をどうしたらいいですかみたいなのって割と、よく話になるんですけど、少子化対策したらっていうのって割と答え決まってるんですよね。日本人が毎年70万人減ってるんですけど、日本人減ってるってことは日本人向けの商売をしてた場合に売り上げがずっと減り続けるということなんですよ。で、じゃあ不動産を買いましたって言って不動産の借り手が毎年70万人減ってるんですよ。で、そうすると買った不動産誰も借りなかったらせっかく買ったものが収益ゼロじゃないですか。それもう怖くて新しい不動産なんか買わないですよね。で、そうすると不動産を買わなくなるから不動産も建てなくなるし、で、そうすると建築会社とかも新しく建物使ってるとできないし、そこで働いてる人の仕事もなくなるみたいな感じで、人が減るということは仕事が減ってお金も減るんですよ。で、中国がなぜ世界の覇権を取ると言われてるかというと、人口めちゃくちゃいるからなんですよ。交渉17億人17億人もいるから、中国人向けのものを作って、国がこれ買えやって言うと17億人売れますとか、で、17億人もいるからめちゃめちゃ優秀な人も出てきて、中国系の人とかが割と世界中でワシワシと金儲けをしたりとか、人口やったら多いので、安いもの作ります。ものづくりとかめっちゃ安くいっぱい作りますってなったりするので、やっぱ人口は力なんですよ。なので、少子化対策したらっていう、多分ね、その国の経済を良くするのに、少子化対策と教育って外れないんですよ、長期的には。子供を増やして、その子供たちを優秀にするっていう、どっちもやらないっていう国でうまくいかせるのってめちゃくちゃ難しいんですよね。逆に人口を増やして教育さえちゃんとやれば、大体どの国でも伸びるんですよ。ところが、それをやらないっていうのが自民党政権が決めてやってることなので、難しいんじゃないかな、今後の日本はと思ってます。増税の前に議員の給与カット、議員減らせという声を聞くので、計算してみたら、仮に全国会議員の給与を半分に出しても、国家予算の 0.05% にも満たない計算になりました。これで焼け石に水ですし、そもそも日本国内でもあるお金を節約するより、海外に垂れ流しとなるお金を減らす方、海外宗教法人やパチンコや産業スパイの規制が、これが日本全体のポイントになるかと思いますが、ひろゆきさんどう思いますか？国会議員の給料というのは、一般社会に連動するべきだと思ってる派なんですよね。シンガポールの官僚の給料が、自分が関与しているセクターの平均収入と連動するようになったんですよね。ちょっと計算式わかんないんですけど、法務省の人であれば、弁護士の平均年収が1000万円だとすると、官僚の年収も1000万円で、弁護士の平均年収が1500万円になったら、官僚の年収も1500万円になるみたいな、そんな感じで、自分が関与しているセクターがうまくいって儲かると、自分も儲かるようになるっていうので、確か給料めっちゃ高いですよね。日本円で4000万円くらいもらってるんですよね。シンガポールの関連の人って。置いといて。っていうのもあるので、国民が豊かになった方が自分たちも豊かになるよねという構造に僕は国会議員した方がいいと思うんですよね。で、今の国会議員っていうのは 0.05% から別に引く必要ないよねっていうのがあって、世界基準で見てもトップ1かトップ2なんですよ、日本の国会議員の給料って。そこまで金もらってるし、別に国民が豊かになる必要ないんですよね。国民全体が豊かにならなかったとしても、ある程度その俗議員的な人って自分たちの業界だけが儲かるようにしといて、そこから票をもらってずっと当選し続ければ、先生って言われて、毎年2000万円、3000万円ぐらいの年収と通信費とかなんかいろんなお金もらってっていうのがあって、なので、一生安泰で、その後議員年金みたいなやつで、毎月50万円とか60万円とかもらえるんだっけ？そんな感じでもらえるみたいなのがあったりするので、みんな幸せになるとか経済的に豊かなことっていうのを意識する必要がないんですよね。
実際じゃあ5万円、10万円増えたからどうとかって話じゃないんですけど、ただ、国民が豊かになったら自分の給料も増えるよねってなると、多少意識して行動を変える人っていうのもいるんですよ。なので、そこら辺は僕は連動させた方がいいんじゃないかなと思ってます。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。